北海道酸欠状態俺。なんやここディズニーランドか。なんであいつら俺に手踏んでん。バイク乗りなんかチンピラやぞ。すげえなこれ。両側海になってもうたで。天まで続く道やろこれ。どこもかしこも綺麗。この光景やばくない？変化が欲しい。本当にすごいんやけど、わかんねん。やってることがすごいことはわかんねんけど、なんやそれすぐ見れるんかって思ったらさ、一箇所見に行くのに200キロとかザラッ。まあ頭おかしい。絶対来おへんわ俺同等。コスパが悪いわ。まあでも行くよ。行くっていうかもうまあ俺にはもうこんな機会はないから行くし、一緒に一回やし。道東から戻るのもまた大変やねんで、道東からさ、道の西なんていうの、道西っていうの、そういうの札幌行ってまた函館行ってさ、青森のフェリー乗ってみたいなのを繰り返すのほんましんどいからさ、行けば行くほど帰れなくなる恐怖との戦いになるっていう、素潜りとちょっと似てんねん。なんとなく潜ろうと思えばさらに潜れるんやけど、でもこれ以上潜ったら帰ってくる分の酸素がもうなくなるから戻らなあかんみたいな、そういう葛藤をしてる今。もうね、北海道酸欠状態俺。そろそろ戻らないと死んでしまうぐらいのラインにいるけど、まだ戻れへんな。それはでも年齢を重ねることによるデメリットというか、もう見た、もう知ってる、やったことあるが増えていくやん、年を重ねるごとに。なんかもうちょっとやそっとのことで感動できなくなっていくんね。若い頃はさ、何でもかんでも初めてやったからさ、もうキャンプのテント張んのむっちゃ楽しいみたいな。北海道来た、うわむっちゃ嬉しい、キツネ見つけた、うわ最高みたいな感じやったけど、もう今全然やもん俺。全然もうキツネ見ても最近もうカメラ起動することもせえへん。そこそこ年いってても何にでも感動する人ってね、すごい感受性が豊かなのか、それかアホかのどっちかやと思うねん。その以前の感動した経験を忘れてもうてんねん。もうだからまた楽しめんのよ、ゼロベースで。犬が毎日同じ食事をむっちゃテンション上がって食べれる理由っていうのが、前の日食べた餌の味を忘れてるから。何回も同じもん食べてたらさ、もういらん、もうええわってなってくるやん。犬はそれがないねん。昨日食べた味を忘れてるから、常に新鮮な気持ちでテンション上がって食べれるって。動物学者が言ってたそれを。もう北海道もね、俺もね今だいぶいろいろ見てきて、またこれみたいな、また大自然なのみたいな、もう似たようなの見たよ。はい、野付世界が終わる場所って言われてる北斗の拳の舞台みたいな感じのシチュエーションらしいから、そこはちょっと今までにない感じなんじゃないかなということで、多分楽しめると思うから、野付には今日中に行こう。多分ね、時間帯が日暮れ時っていうのも魅力的になるポイントなんじゃないかなと思ってるから、ちょっと楽しみにしております。はい、ということで残り46分の48キロ頑張っていきましょう。遠い。観光名所と観光名所離れすぎやね。3時間走って楽しめんの5分とか10分とか、そんなんばっかりやんけ。なんやここディズニーランドか。道東半端ないって。長えマジで。時は金なりやから。つらい。セイコーマート行けばよかった。つらい。でも行ったら行ったでまた遅くなる。到着が遅れたら日が沈む。日が沈んだら寒くてつらい。今日の宿まだ取ってない。もうどうしていいんかわからへんこの旅行。そろそろ東京帰りたい。けど今東京から一番遠い場所にいる。俺に手振ったんか今。なんでや札幌の少年もそうやけど、なんであいつら俺に手振んねん。バイク乗りなんかチンピラやぞ。長い。ずーっとこれや。もうええわやめさせてもらうわ。野付半島はね、もっそい変わった形してて、トドワラ、奈良原っていうエリアがあるのよ。そこはね、なんかほぼ海水に侵食されてるエリアで、一応自然も自生はしてはいるんやけど、海水が近すぎてどんどん枯れていってんねん。でその枯れていってるエリアのことを奈良原トドワラっていう、トドワラはトドマツが枯れていってるエリアで、奈良原は何なんかわからん、はい、が枯れていってるエリアのことなんやけど、いずれ全部枯れて見れんようになるんやって。で枯れてる途中の光景が世紀末みたいやから、世界の終わり比喩されているらしい。だからまあ今までにない変わった光景を見れるっていうのと、まあ野付半島の形自体がなんかえぐいから、ほぼ野付半島やこれすごい。地図見で、地図やばい。両側海になりつつあるぞ。むっちゃ細いね。やばいやろ。よくこんなところで自然自生してるよな。はいほら、わすげえなこれ。両側海になってもうたで。こんなんある？
あーすごいなこれ。むっちゃ狭い両側の海。すげえ。これが野付の底力や。はい、トドワラパーキング到着。投げ。ああ、こっから先歩いてしか行けないってやつか。すげえ。もう閉まってんじゃん、ここ。ほら。どうせ5時まででしょ。おお、トドワラ散策路入り口。ようこそ野付半島へ。ゴミのない快適な旅を。それはこっちが決めるから。なんですのトドワラって。トドマツって何？そもそも。トドマツが枯れてる場所っていうけど、なんなんトドマツって。今ここやわ。またこんだけ残ってる。こんな残ってん。1.2 キロの単焦路で、その先にはトドワラの枯れ木群があります。行くの？じゃあリュックサック背負うね。北の島々に眠る御礼とともに帰れ北方領土。わけわからん。野付トドワラを見に来ました。NO! ああ、ちぎるなってことね。この道よ。すごいな、これ。おお、長い。こうまでして世界の終わりを見る意味はあるのか。野付はあれや、ラムサール条約によって保護されてんねん。野鳥？水鳥か。水鳥がむっちゃ来る場所で、条約によって保護されてるエリアなんやけど、この道の果てしなさ。天まで続く道やろ、これ。行くの？俺これ、ゴール見えへんねんけど、どこがそれなん？むっちゃ綺麗やけどさ。むっちゃ綺麗。わっ！キツネおる！ちょっと今忙しい。果てしない。これ行くの？行くけどさ、どこまで行けばいいのこれ。寒いし、ゴール見えないし。もうこれ帰んのもしんどい。もう帰んのもしんどいわ、こんなに歩くのは聞いてないぞ。これしんどい。帰りたい。綺麗。どこもかしこも綺麗。でも帰りたい。頑張れ。あかん、もうしんどい。これはマジでやばい。なんでかっていうと、後ろ振り返るやん。こうなってるから。これはやばい。これはきつい。でも行く。頭おかしい。はい、トドワラの枯れ木群。帰りがない。もうここが世界の終わりや。建物が見えへんねん。帰り道の建物がもう消えたわ。何してんねん。1.3 キロ？そんだけしか歩いてないの？もっと歩いたと思ったけど。どっからどう行くねん。これか？あってのか？トドワラの枯れ木群。すげえ、このちょっと待って。あかん。この遊歩道やばい。降りたらあかんのやろ、これ。だって、ラムサール条約やもんね。それが合ってんのか知らんけど。なんこれ。ふっかふかやな。やばくないこれ。でトドマツはどれ？これもしかしてもう終わってるってこと？ちゃうよな。枯れ木群はこれ海やで。波なさすぎるやろ。こんな海見たことないわ。なんやこれ。あれ行くの？あれか。あった。トドワラの枯れ木があった。これが何か全然わからへん。なんかふかふかしてるけど降りたらあかんっぽいからやめとく。はい。何かについた。千と千尋の神隠しみたいやね。なんか降りないで。遅くない？この表示。わ。どっち行く？どっちも捨てがたいな。こっちから行くか。風がすごい。何この海。波なさすぎるやろ。絶望的やな、なんか。やばくないこの光景やばくない？これあかんわ。もう日が沈むまでに帰らなあかんのに。マジかよ。うわ、広すぎる海の上に一人ってむっちゃ怖いな。世界が終わる場所っていう表現は正しいな、これ。あれがあれか。トドワラか。じゃあ俺は今何に向かってんねん。どこに歩かされてるの？遊歩道さ、気のせいかな。ずーっと先まで続いてる気がするんやけど。あれこれずっと先まで続いてるな。ここで一旦引き返そう。あっちのトドワラ枯れてるところ行こう。目の錯覚やな。自分が右に動いてるみたい。
これあかんな。観光地って恐ろしいな。こんなとこ観光地じゃなかったら絶対来おへんで。降りていいのここは。ここはいいのか。はい、トドワラ。はい、降りないでください。はい、わかりました。世界の終わり的な。日が雲に隠れる。奈良原を見に行くべきか。センター戻ります。どれあれマジで言ってるマジで言ってる。部屋空いてます。おいくらぐらいになりますかね。朝食べで5000円だね。夜もある時っておいくらぐらいになるんですか。7300円。ちょっと予約を今日させていただきたいんですが。はい。大丈夫ですかね。大丈夫です。ありがとうございます。奈良原のエリアに今来たけど、あれやな。あの辺全部白く枯れてるやつがそれやな、多分。あと1分で野付半島の根元にある民宿船長の家到着をします。民宿って書いてある。これっぽいこれっぽい。頼むぞ。お風呂がついてて清潔なら文句はない。頼む。船長の家これや。個室やんな。ここ個室やから作業は快適にできるな。はいどうもお疲れさん。セイコーマートが近くにあるし完璧やな。疲れた。最低限って感じやな。お風呂はいつでも入れるって。ウォシュレットついてる。最近の民宿はすごいな。ウォシュレットついてない。ボットン。絶対うんこできない戦いがここにはある。階段が急すぎる。でも1泊5000円朝食付きやから文句はないよ。